なんです。本日なんですけど、皆さんのご家庭のね、冷蔵庫には必ず1匹は入ってるんじゃないかなと思うんですけど、こちらのバチマグロを使いまして、マグロの漬け丼を作っていこうと思います。で、マグロって何種類かいるんですけど、俗に言う一番高いね、本マグロ、黒マグロとは違いまして、身質自体もそこまで脂が乗ってるわけでもないし、どちらかというとこう淡白な感じのお魚なんで、多分お刺身よりも漬けにした方が美味しいと思うんですよね。んで今回ですね、よく動画でこの包丁を僕使ってると思うんですけど、こちら青木刃物製作さんの、ダマスカス仕様の切り付け牛刀になるんですよ。切り付けっていうのがこういった形の包丁で、僕自身すごい包丁が好きで、この包丁愛をねずっと言ってたら、まさかのこの青木刃物製作さんからこういったものが届いたんですね。一言で言ってバリかっけえ、ステマでも何でもないんですけど、まあとにかくかっこいい包丁をねいただきましたんで、今回はこちらを使いまして、こちらのバチマグロをさばいていこうかなと。で、普段アジ、サバ、ブリとかはね結構さばくんですけど、実は僕マグロさばくのまた2回目なんですよね。だからまあおぼつかない部分もあるかなとは思いますけど、どうかお手柔らかにお願いします。というわけで早速本日もうすぐ行きましょう。さあ、では作っていきましょうか。改めまして本日のメイン食材がこちらのバチマグロですね。で、おそらくこちら重さ的には多分5キロぐらいですかね。で、目利きってわけでもないんですけど、僕が対面鮮魚とかそういった形でスーパーから買うときは、大体そういうとこってこういったね、ビニール袋があると思うんですけど、それをこういう風に手につけて直接魚に触れないようにして、僕はまずこのエラ蓋を開けます。ここをこうやって開けて、綺麗なピンク色というか鮮やかな赤色のものを選ぶように僕はしてます。刺身で食べるときはね。ではまずこちらの頭と釜と内臓を取っていきましょうか。さすがにここは出刃包丁でいきます。で、今回こちらどうやってさばいていこうかなと思ったんですけど、そこまで大きさもないので、多分ブリと同じようなさばき方はできると思うんですよね。5枚おろしとかしなくても。なので、まずはここのエラの膜を、こちら側と、こちら側の両方切って、まず顎の付け根を落として、続いてエラの付け根落として、で、ちょっと見えづらいけど、ここの奥にもう一個付け根があるんですよね、エラの。ここを包丁で外して、あとは肛門から刃を入れて、はい、ご開帳。あとはこのエラを持って強く引っ張ると、エラと内臓がまとめてついてくる。で、マグロって身割れしやすいんで、今この段階であんまり水で洗いたくないんですよね。だって軽くペーパーで拭けてる程度にしといて、そうしたら関節に刃を入れて、頭ゲット。で、苦手な方もいらっしゃると思うんですけど、これがマグロのエラと内臓たちで、僕はこの内臓が好きなので、ちょっと食べれる場所を選別していきます。まずエラの付け根側についてるのが、これが心臓で、ここにぐるーっと肝がついてるんですけど、僕マグロのレバーがちょっと苦手なんですよね。なのでこのエラと直接つながってるここがマグロの胃袋。ただこの子いろんなもんいっぱい食ってますね。今回は残念ながら廃棄ですね。と思ったけど意外と綺麗やったんで、綺麗に洗った胃袋もスタンバイ。ではまずこの釜を取って、で3枚おろしまでいきます。この胸びれと腹びれを結ぶこの線で、この斜め方向にでは3枚おろしいきましょうか。金子さんもおっしゃってましたけど、マグロとかカツオってすごく身が柔らかいので、あとサワラとかサーモンとかね、なのでできるだけ少ない立ち数でいきます。で、マグロもカツオみたいにここの鱗がすごく硬いので、皮1枚切ったらここだけこうスパッと切ってもらって、あとは同じように身を切って、中骨まで当たったらこの尻尾の隙間に刃を入れて、せーの、とりあえず片身ゲット。続いてもう反対側、
ちらも同様にまず皮1枚切って、あとは骨に沿って身を切って、あとはここの隙間に包丁を入れて、せーの。とりあえず3枚おろし完了。そしたらまず先にこの骨の処理をしたいんですけど、まずはこの中落ちを取って、この真ん中の背骨から伸びてる骨と、こっちのヒレから伸びてる骨がここで分かれるんですよ。こういう感じで。で、こういったヒレって臭みの原因になるので、この境目を目安に、で、こっちはバイバイ。こちら側も同様に、こちらもバイバイ。そうしたら、今回使うのはここだけですね。では続いてこの頭の処理ですね。頭のドセンターに刃を入れて、あとはここを支えにして、テコの原理を使って、まずは頭側を半分に。で、カッパッと開いて、口側のつながりを割ってあげれば終わり。マグロってそこまで頭硬くないので、ブリとかはめちゃくちゃ硬いけどね。あとクエとか、比較的簡単にできるかなと思います。ということで今この段階で、頭、カマ、骨、身、内臓ですね。で、とりあえずこの2つはまだ使わないので、冷蔵庫で待機。そうしましたら次、身の処理ですね。まずはこの腹骨をすすいていきましょうか。あかん、切れ味がえぐい。恐ろしいほどスパスパいくね。そしたらこの血合い骨を渡して取っちゃって、で、これから皮引きに入るんですけど、頭側のここはまだいいんですよ。ただマグロのここってめちゃくちゃ皮が薄くて破れやすいので、慎重に慎重にいきます。ちょっと残っちゃいましたね。もうほんとマグロの皮引き難しいわ。でもとりあえずリカバリー成功。あとはここの血合いをね、軽くお掃除してあげて。っていうわけで身の処理もこちらで終了ですね。で、こっちの血合いのところは唐揚げにしてもらったりとか、煮付けにしてもらったりとか、結構ね、血の気がいい部分なんで生姜とかしっかり効かせると美味しいですよね、ここ。これは僕の夜食になります。ではこちら今回漬けにしていくので、まずは漬けの調味料から合わせていこうと思います。せーの。こちらから酒、醤油、みりんですね。で、これはお酒ではなくて水に変えてもらってもいいかなと思います。で、比率はまた後ほどお伝えするとして、まずはこの酒とみりんを煮切っていきます。この後ちょっと火が上がりますんで、苦手な方はね、気をつけてね。そしたらまず火にかけまして、沸騰してきたら弱火。もうとにかく弱火。じゃないとこの後すごい大きな火が上がってしまいますんで。そしたらここにチャッカマンとかで火をつけて、あとは火が消えるまで煮切っていきます。っていうことで粗熱も取れましたんで、これを今から合わせていくんですけど、今回ね、比率が煮切り終わった状態で1対1対1。全体として今回の漬け地は塩分ちょっと控えめだと思います。ではこちらを全部合わせまして、そしたらここに昆布をポイ。これで漬け地の完成。そしたら今回のこのマグロの柵を一度今回さっとお湯に通します。よし、もう OK。 そしたら氷水にとってよーく中まで冷やして、しっかりと水気を拭えばこれで準備完了。あとは先ほどの漬け地に浸して、あとはペーパーかぶせて、で今回みたいに柵1本ごと漬け込むのを柵漬けで、刺身に引いてから漬けるのを直漬けっていうんですけど、柵漬けの場合半日から1日程度でいいのかなと。それ以上やっちゃうとね、ここからどんどん水分が出ちゃうんでね。ではとりあえず半日後へ移動。
ということで1日経過しまして、もうおそらく漬けもいい感じじゃないかなと思うんですよね。よいしょ。だいぶいい感じに染まりましたね。今回こちらの漬けを使って丼3種類作っていこうと思います。まず1つ目が普通にご飯の上に盛り付けてスタンダードな漬け丼。もうこれはあと薬味を切るだけなんでもう大丈夫なんですけど、残りの2つが熱々のお出汁をかけていただくだし茶漬け風で、もう1つがとろろをかけていただくだしマグロの山かけ丼。そうなんですよ、両方とも今回お出汁を使うので、今回こういった感じでマグロのアラも取ってあるわけですね。と言いますことで、これからだし取りに参ります。で、今回のこの頭に関しては、ちょっと出汁を取るにはもったいないので、ここの脳天のところのお肉とか、頬肉とか、目玉のところとかね。なので、こちらを取っといて、今度夜食にね、鬼付けかなんかにしようかなと思います。もしかしたらサブチャンネル上げるかもしれないですけど、期待はせんとってください。で、過去の動画と被るとこも多々ありますんで、そういったところはでも結構パパッといきますね。まずは両面に薄く塩。そしたらこのまま10分から15分放置。そしたら表面に浮かんでくるこの水分をしっかり拭いて、で普段だったら湯霜って言ってお湯に一度通して臭みを抜くんですけど、今回は焼き霜でいこうと思います。なので一度これグリルで焼きまして、ちょっと香ばしい香りがしてくるまでちょっと焼き目をつけます。そしたらここにお水と酒を一回し、そしたら火にかけて、で今回ちょっとお水が多いような感じもすると思うんですけど、大丈夫です。これ意図的にやってます。でこれ沸騰してきたら火をちょっと弱めて、アクを取りつつ大体10分ほど煮出していきます。と言いますことで、今これで15分ほど経過しましたね。今この段階でもう正直めちゃくちゃ美味しいんですよね。本当はここにね鰹節を加えようと思ったんですけど、もうこれ必要ないかなと思うので、こちらもう火を止めて一度これをこします。でこちらちょっと後で山かけに使えますんで、使う分だけ取っといて、あとは塩で味を整えれば、これでだし茶漬けのだし完成で、ちなみにこちら今回のだし柄なんですけど、醤油、酒、みりん、ザラメで甘辛く炊いたのがこちら、僕の夜食になります。ではこれから今回の山かけ丼のとろろを作っていくんですけど、ごめんなさいね、今最近とろろが3連続続いてますけど、ちょっと冷蔵庫整理ということで、そうしたらここに先ほどのマグロだし、煮切った酒、煮切ったみりん、薄口醤油、これを10対1対1対1の割合でとろろに投入。あとはこれを混ぜ合わせれば山かけ完成。今のでだいたいとろろと合わせだしがだいたい3対1の割合ですね。では盛り付けに参ります。では次にこちらを使っていきましょうか。で僕さっき気がついたんですけど、ちょっと見づらいかもしれないですけど、ここに谷崎って彫ってもらってるんですよね。これ超かっこいい。ではこちらの漬け切っていきましょうか。断面の色良きんで、やっぱめっちゃ切れる。で漬けで一番美味しいこの端っこの部分、こういったものはもうコロコロっとサイコロ状ぐらいにカットして、あとはさっとごまでも振っとけば。ではこちらの漬け丼たちもそれぞれ仕上げていきます。まずこちらが普通のスタンダードのやつですね。でこちらが卵黄と先ほどのマグロの漬け地、これを合わせて
あとは好きな薬味を散らせば漬け丼完成で、こちらの茶漬けの方はいりごま、みょうが、あとは温かいお出汁と刻んだ三つ葉を添えて完成で、こっちの山かけ丼はとろろを添えて、これで完成。そしてこちらが胃袋とハツを湯引きして細かく刻んだものですね。ここにポン酢たっぷりと、そしてネギたっぷりと、でももみじおろしは適量。はい、これで漬けマグロ丼セットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで MC で完成しましたマグロで、急に出てきたこれは何ぞやと話したと思うんですけど、今回割といっぱい卵黄を使ったんで結構たっぷりの白身が出たんですよ。で、このだし茶漬け用のお出汁も余ってたので、お出汁に片栗粉でとろみをつけて、で白身で和風かきたまスープ的なやつ、ほんのちょっとだけお味噌が入ってます。これ風味付けに。では食べていきましょうか。いただきます。では初手安定の口の潤い。優しいなぁ。黄身が入ってないので、ふわふわっとしたかきたまスープではなくて、プリプリっとした食感の残ってるかきたま。で、ちょっとお味噌が入ったことで、どことなく魚のアラを使ったお味噌汁みたいな風味。そして三つ葉の清涼感。うまいに決まっておる。で、ご飯の前に、まずはこっちの湯引きポン酢でしょ。ポン酢にしっかりとつけて、なんか違う。僕の大好きなブリの胃袋ってもっとゴリゴリっと音がするんですよ。意外とマグロの胃袋柔らかい。ムニプリって感じ。で、お次が心臓。思ってたよりも全然血生臭くないね。全体的にマグロの内臓って超食べやすいですね。では漬け丼参りましょうか。そしたらこの卵黄がしっかりかかってるところをうまい。そもそもバチマグロがすっごいさっぱりとしてるマグロやけ、こういった卵黄とかで合わせるとね、めちゃくちゃ美味しくなるよね。うわ、たまらなくうまいわ。今回普通のお醤油じゃなくて卵黄醤油にしたことが正解でしたね。で、今回漬けにしたことで、さっと火の通った外側、ここに少しだけ食感が生まれて、で、そこを咀嚼すると鼻から醤油の香りがふんと抜けていって、で、中心部分はね、密質の柔らかいマグロやけ、ねとーっと広がっていくような感じ。なんとなくわかります？この感じ。そうなんですよ。美味しいんですよ。いや、これは今回もペロリですね。どうしましょう。今回秒で終わるかもしれない。実食編。まあ、ただ今回生の魚やけ、あんまり長くなってもね、傷んじゃうしね。今日はパッといきますか。パッと。では続いて山かけ丼に参ります。いや、ごめんなさいね。もう飽きたよね、とろろね。でもやっぱこのマグロにはこの山かけかなと思いまして。あー、うめっ。やっぱ赤身の魚ととろろはよう合うね。今んとここっちの方が好きだな。まあ、ただ今回とろろがちょっと多すぎて、飲み物になりましたね、これ。あ、でもね、とろろのおかげで食べやすくなった分、なんかさっきのスタンダードのやつよりなんかね、漬けならではのこうしっとり感、もっちり感、ねっとり感、それを強く感じる。ね、なんか不思議ね。で、今回特に何も考えてなかったですけど、今回ご飯が麦飯なんですよ。だからマグロととろろが合う、ご飯ととろろが合う、で、そもそもご飯とマグロも合う。い
言わずもがなでうまいよね。で、実はこれ、めちゃくちゃ分厚く切ってあるんですよ。もともと柔らかいマグロやから、こんだけ分厚く切ってもいいかなと思いまして。こんぐらい分厚く切って正解ですね。なんていうか、口に入れた時の幸福感が全然違う。でもあれですね。ちょっと今思ったのが、普通のお刺身も作ればよかった。それでは最後がお茶漬けですね。やっぱ最後の締めはお茶漬けでしょ。うまっ。間違いなく今日のメニューで一番うまいね。このちょっと火の入ったね、マグロがたまらんよね。ふわっふわーなるよね。やば、マジでうまい。会社の飲み会帰りとかでさ、ちょっと遅い時間に帰ってくるやん。で、奥さんがさ、こんなん用意して待っとってくれたらさ、間違いなく惚れ直すよね。というわけでラスト1杯になっちゃいましたね。いや、ごめんなさいね。めっちゃ今日短いよね。実食編で。たまにはこういう時もあっていいかなと。今日はね、サクサクパターンということで。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。なんかたまにはね、こんな感じでこう、サラサラっていくのもなんかいいっすね。なんかちょっとしたランチ気分というか。で、今回のバチマグロなんですけど、お値段あれ1匹6800円やったかな。で、2本まとめて買ったら6000円で分けてくれたので、今回の量で1万と2000円ですね。同じぐらいのキロ数で言えば、ブリよりもちょっと高いか同じぐらい。もちろんブランド物の養殖とかはまた置いといて。で、調理編でも話しましたけど、皮引きマグロの。ぐらいのサイズやと、どうしても尻尾の方がすごく薄いので、皮引きの時にね、ブチッといきやすいですけど、それ以外はそこまで骨も太くないし、めちゃくちゃさばきにくいっていうわけでもないと思いますんで、もしスーパーとかで見かけましたら、ぜひ。ただ黒マグロっていうか本マグロみたいに脂が乗ってるわけでもないんで、なんか今回みたいに山かけにしてもらったりとか、もう茶漬けでサラサラっと食べてもらったりとか、なんかそういった食べ方でも美味しいのかなと思います。で、今回のこの動画全部を通して、もうちょっとね、僕自身でこうさばく技術があればね、もっとパパッと動画も進むんでしょうけど、まだね、そこまでのスキルがないんでね、練習あるのみやな。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。